今日はですね、ウレフォンから新しいタフネスマートフォンが到着しましたので紹介をしたいと思います。今日紹介するのは本当にとんでもないね、タフネスマートフォンになります。タフネスマートフォンを作っているメーカーさんいっぱいありますね。オーキテル、ブラックビュー、ユミデジなんかもね、作ってますけれども、ウレフォンだけはガチと言われてますけど、本当にガチです、これ。ウレフォンじゃなきゃ作れないタフネスマートフォンですね。それでは早速見ていきたいと思います。今日紹介するのはですね、ウレフォンのアーマーシリーズですね。タフネスマートフォンのシリーズです。28ウルトラサーマルバージョンということです。まずアーマーシリーズってもう28まであるんですね。実際はもう30超えてますので、これだけのナンバリングモデルを永遠にタフネスマートフォンを作り続けるウレフォンはやっぱりガチです。それでは早速見ていきましょう。箱を開けたらね、何やらさらにガチっぽいね、メッセージが入っています。これは今までウレフォンの端末で見たことないんですけれども、どうもここにね、ウレフォンのメッセージが入っている非常に気合の入ったモデルですね。ざっくり何が書いてあるかと言いますと、ハイスペックなね、タフネスマートフォンがないので、ウレフォンが作ったぞということですね。冒険者のために用意しましたと。10周年記念ということですね。だからかなり10周年の気合の入ったもうゴリゴリのね、妥協なきまさにウレフォンだけはガチなタフネスマートフォンです。それではですね、同梱品を確認していきたいと思います。まず充電器入っております。バカでかいね、120W の急速充電器が入っています。本体の方も 120W の急速充電に対応しています。さらにワイヤレス充電にもね、本体対応してるんですが、こちらもまさかの 50W ということです。あとめちゃくちゃ太いね、タイプ C のケーブルも入っております。それ以外はこちらの箱にですね、説明書、書類関係ですね、結構いろいろ入っております。それ以外に、これ大体いつも入ってますけどね、ガラスのディスプレイのフィルムが入っていますね。ガラスフィルムというかガラスが入ってますね。あと本体にはおそらくね、普通のフィルムも貼ってあると思います。あとは、SIM ピンが入ってます。それでは早速本体の方を見ていきたいと思います。かなりごついです。見てください。この厚みですね。それでは再度見ていきましょうか。かっこいいですね。ボタンが丸ボタンです。金属ですかね。これボリュームボタンです。で、こちらに電源ボタン兼指紋認証センサーですね。で、金属フレームがあって、ここにカスタムボタンですね。最近ウレフォンの端末2つついてます。で、これはですね、カメラのシャッターにもなるんですね。ちょっと最近こういう仕様が増えていると思います。で、角は当然ゴムバンパーですね。角にストラップホールがあってスピーカーの穴です。あとはタイプ C ですね。キャップ付き。逆サイドにですね、ウレフォンではオプションパーツありますね。内視鏡とかありますけれども、そういったオプションパーツをつける接点があります。でもう一つカスタムボタンですね。これはね、通常ね、タフネスマートについてますけど、ウレフォンは両側に1個ずつついております。あとは SIM スロットですね。上の方には3号のオーディオジャックありますね。キャップ付きです。あとは IR ブラスターですね。リモコン代わりになる機能も搭載しています。あとは専用のですね、ケースをね、はめる溝が切ってあります。で、見た感じはこんな感じですね。かなりこのカメラのね、ところがでかいんですけど、実はこれカメラもあるんですが、真ん中はサブディスプレイになっています。サブディスプレイを搭載したね、タフネスマートも最近すごく増えていますけれども、ここがね、円形のサブディスプレイになっています。で、ここの後ろはゴムですね。これは本当によくあるタフネスマートのゴムっぽい素材です。あと、ここが少しこうね、デザインが入っていて、ウレフォンのロゴがあります。これもかっこいいです。それではペリペリに主なスペックが書かれていますので、腰を抜かさないように見てください。ウレフォンアーマー28ウルトラサーマルバージョンということです。まずは当然ですね、タフネスマートフォンに対応していますので、IP68、IP69K、ミル規格にね、対応しています。で、サーマルバージョンということで、当然サーマルカメラを搭載しています。しかもなんか今回は AI 機能搭載ということで、より鮮明に綺麗になったみたいですね。で、これサーマルバージョンというだけあって、サーマルなしバージョンも存在しています。だからこれは本当に最上位モデルですね。あとはデュアルスクリーンですね。これは先ほど見た背面の円形のディスプレイです。で、メインのディスプレイは 6.67 インチのアモレットディスプレイです。最大 120Hz ですね。あと、ピークニットは2200ニットというね、非常に明るいディスプレイになっております。あと、SoC がですね、これめちゃくちゃ性能いいですよ。ディメンシティの9300プラスです。おそらくアンツベンチマークは200万点を超えてくると思います。
ストレージは 1TB です。で、カメラですね。カメラもすごいです。まずサーマルカメラ搭載してるっていうのはすごいんですけども、それ以外になんと1インチセンサー5000万画素のメインカメラに6400万画素のナイトビジョン、サーマルカメラプラスナイトビジョンです。さらに5000万画素の広角カメラ、さらにインカメラも5000万画素っていうね、化け物級のカメラスペックです。唯一ないのは望遠カメラですね。望遠カメラはないんですけど、その代わりサーマルカメラを搭載しています。バッテリーの方も 1600mAh というね、非常にタフネスマートフォンらしい大容量のバッテリーを搭載しています。で、120W のね、高速充電に対応しています。Android バージョンは14です。それでは厚み測ってみましょう。厚みは 20mm ですね。通常のスマートフォンの2倍ぐらいあります。重量はですね、453g ですね。もうタブレットレベルの重量になっています。それではね、端末の方を立ち上げてみました。最初から入っているアプリはこんな感じですね。特に余計なものは入ってないかな。Netflix ぐらいですね。ゲームとかは入っておりません。ディスプレイは先ほど言いました通り 6.67 インチです。解像度はフル HD プラスです。で、120Hz のね、高リフレッシュレートに対応しております。ディスプレイ設定のですね、リフレッシュレートのところで一応選択できますね。60、90、120と3つ選択することができます。で、メモリーはですね、16GB ですね。で、初期の状態で 16GB すでに拡張されています。32GB ですね。ちなみにですね、メモリの拡張サイズは8、12、16と変更することができます。この端末はですね、一応 Wi-Fi 7に対応しています。私はちょっと Wi-Fi 7の環境がないのでテストすることはできないんですけど、この辺もね、しっかりと最新のね、規格に対応しています。それでは ANTUTU ベンチマークやってみました。Dimensity の9300プラスというね、非常に高性能な SoC を搭載しています。残念ながら200万点はちょっといかなかったんですけども、195万点ということで、タフネスマートフォンの中では、かなりね、性能が高い端末になってるんじゃないかなと思います。それではですね、GPS のテストしてみました。なかなかね、他のところではやらないので、私のチャンネルではいつもね、他の端末でもやってます。この端末はですね、一応90個、すごいですね、90個見えていて75個掴んでおります。誤差1メートルで、アベレージは 26.5 ということですね。いい数字だと思います。私がいつもね、紹介している格安の、安いね、スマートフォンとかタブレットはだいたい21とかね、22ぐらいかな。で、ハイエンドのね、スマートフォンは30超えてきます。31に。だからそれに比べると少し低いんですけれども、ただ格安のスマートフォンに比べるとだいぶいいですね。26.7 ということなんで、この辺もですね、フラッグシップよりの GPS 性能になっています。で、こちらの端末はですね、性能がいいので、やはり L5 も見えてますね。L1、L5 のデュアルバンドに対応した GPS を搭載しております。この辺もですね、タフネスマートフォンというところを考えると、やっぱりね、位置はしっかり取れた方がいいと思いますので、この辺も安心ですね。それではこちらのですね、サブディスプレイ見ていきたいと思います。基本的にはね、時計が表示されている感じです。それ以外にはですね、こう回すとね、コンパスですね。あとはカレンダーにカメラですね。ここをですね、ファインダー代わりに使ってアウトカメラで、自撮りができるという機能です。あとは音楽のコントロールということで、割とシンプルですね。基本的なサブディスプレイといった感じです。あとは下から、これでね、通知を確認することができます。で、上からでバッテリーですね。バッテリーの残量を確認することができます。でもちろんこのウォッチフェイスは変更できます。長押しで、これでいろんなね、ウォッチフェイスがあります。アナログですかね。やっぱり丸いディスプレイなんでアナログが合ってるかなと思います。一応デジタルもありましたね。でもほぼアナログのデザインですね。はい、これなんかかっこいいんじゃないかな。はい、こんな感じで、これはね、自由にある程度選択することができます。先ほどですね、機能はね、これだけっていう話だったんですけども、実はそうではなくて、一応自分で追加できるみたいですね。だから音楽と時計はデフォルトですけど、あとコンパスとかカレンダー、カメラですけど、それ以外にこちらですね。一応でボイスレコーダーとか音量メーターとかね、そういったものも選ぶことができます。ここでだからプラスしたりマイナスしたりできますね。それではこの端末はですね、電源ボタンが指紋認証センサーになっております。ちょっとやってみましょう。せーの、ほい。こんな感じです。せーの、ほい。はい。全然精度的には問題ないですね。
で、こちらにですね、カスタムキーがあります。これはタフネスマートフォンによくついてるんですが、で、こちら側にはね、もう一つありますという話だったんですが、以前にですね、ウルフォンの端末を紹介したときは、こちら側はね、もちろんシャッター、カメラのね、シャッターとしても使えるし、カスタムキーとしても使えたんですが、この端末はどうも設定が見当たらなかったですね。こちら側は通常通りカスタムキーとして、アプリの起動とかですね、いろんな動作を割り当てることができます。これ従来通りですね。ワンタップ、ダブルタップ、長押しね、割り当てることができるんですが、こちらはどうもシャッターのみみたいです。ただですね、このボタンを押すだけで簡単にですね、カメラアプリをすぐに起動できますので、だからすぐにね、カメラ使いたいときはこれを押せばパッと起動しますんで、これはすごく便利だと思います。それではですね、結構カメラ性能もいいので、カメラアプリ見ていきたいと思います。まず画像、動画、ナイトですね。これは夜景ですね。あとナイトビジョン搭載しておりますので、これでナイトビジョンですね。当然白黒になります。ただオートフォーカス対応しています。非常に鮮明ですね。ここからナイトビジョンがね、使えます。あとは美しさ、ポートレートですかね。あと5000万画素で撮影するモードに、ワイドアングル、広角カメラですね。いわゆる撮影のところからレンズをね、変えるというよりは、このモードでワイドアングルを選択する感じです。これちょっと使いづらいですかね。普通に写真のところから変更できればいいかなと思います。ただ、それはできないみたいです。あとね、その他の撮影機能でプロモード、ポートレート。ここにポートレートありますね。じゃあさっきの美顔モードかな。あと ZIP ファイルにスローモーション、パノラマ、QR コード、白黒ということでタイムラプスないですね。割とですね、高性能な端末なんですけども、カメラの撮影モードあんまり充実してないですね。じゃあ動画の方を見ていきましょう。動画の撮影モード、解像度ですね。一応 EIS ね、手ブレ補正あります。解像度は 8K 撮れますね。当然 4K も撮れます。ただ、フレームレートできますね。フレームレート変更できます。30、60変更できます。4K にしたときは、4K にしたときはフレームレート選択できません。じゃあ当然 8K も選択できないですね。だからフル HD だったら、一応ね、選べるっていうことですね。で、あとこれ、あれですね、今 4K ですけど、8K にすると EIS もなくなったので、おそらく 8K だと、手ブレ補正も効かないのかなという感じですね。4K だと EIS ありますね。効きますね。で、ナイトビジョンは当然写真も撮れるし、動画の撮影も可能ですね。これで、ナイトビジョンで暗視カメラを使った動画撮影も可能になっています。あと、この端末はですね、サーマルカメラを搭載しています。で、ナイトビジョンは通常のカメラアプリから切り替えて使ったんですけども、サーマルカメラは専用のですね、サーマルビュープロというアプリがあります。こちらの黄色いアプリですね。で、これを起動すると、サーマルカメラ利用することができます。もうこれですぐに利用できますね。で、私の手が温かいのでオレンジ色に見えています。もちろんこれは見え方変えることができますんで、今これね、高熱っていう風になってますけど、例えばレインボーとかね、少し変わりましたね。あと逆に白黒の方が分かりやすいよということであれば、こういう感じにもできます。この辺は見え方の問題なんで、見やすいものですね。こんな感じのものもあります。ゴールド。こういう感じで見えますね。あとはね、温度測ったりできます。今私がこれ、ドロイドくんね、持ち上げていますけれども、この温度測りたいよということであれば、当然私の手の方が暖かいんですけども、これですね。これで、ここにね、P1 っていうことでポイントを打つと、36.0 ということで、表面の温度だと思いますけど、こんな形でね、簡単に測れます。じゃあもう一個。P2 ですね。こちら 23.4 度。ドロイドくんの頭のあたりですけども、こんな感じで温度測れたりですね。あと、この範囲ですね。この辺の範囲で、一番低いところと一番高いところの温度測ったりとかですね。結構柔軟にいろんな使い方ができます。こういう丸いやつもできたりね。こんな感じで、これがここに表示されてますので、すごくね、直感的で使いやすいと思います。
あとね、この端末はこちらですね。IR ブラスターを搭載しております。なので、このリモコンマークのアイコンをタップすると、スマートフォンがリモコンのように使えます。で、すでにね、もうこの部屋のエアコン、ハイセンスのね、クーラーがありますので、こちら設定してあります。そうするとこんな感じで画面がね、もうリモコンみたいになりますので、ちょっとこれで、はい、あそこにエアコンがね、ありますので、ピッと。はい、こんな感じでね、今電源入れましたけれども、電源入れることができます。これでもちろん、今また切りました。電源入れてまた切ったという感じですけど、こんな感じでね、スマートフォンが簡単にリモコンとして利用することができます。で、SIM スロットは裏表ですね。で、デュアル SIM です。で、こちら側にですね、マイクロ SD カードを利用できます。最大 1TB に対応しています。で、残念ながらね、結構性能は高いんですけど、eSIM にはやっぱ対応してないんですね。eSIM に対応してくれると結構いいかなと思います。それではですね、ウレフォンのアーマーシリーズは専用のケースがありますね。これは大体みんな一緒です。作りとしては一緒ですね。だから端末ごとに用意されているという感じです。こういうふうにサイドがね、もうずっとこうくり抜かれてる感じです。で、結構カメラのところもでかく開いてますので、あんまりこうね、すごくフルアーマーみたいな感じでね、全部覆ってしまうという感じではなくて、こういう感じですね。だから横も空いてるし、ここも実際空いてるしっていうことですね。むしろ、このスライドのマウントをね、つけたいというのが、目的としては大きいのかなと思います。で、このスライドのマウントにですね、こういったものを、はい、こういう感じでつけて、これでね、バックに下げたりとかね、そういう使い方ができます。これ以外にもこうクリップ型のね、留めるやつがありますので、これでね、衣類に留めたりとか、そういう使い方ができるものになっております。ケースつけるとこんな感じです。なんかよりごつくなるといった感じですけど、角はさらにね、強化されますね。こちらもそうです。で、この頭もこの出っ張りがあるので、割とこういうね、落下には強いかもしれません。ということで今日はですね、ウレフォンの最強タフネススマートフォン、アーマー28ウルトラサーマルバージョンね、紹介をさせていただきました。弱点はほぼないですね。本当にすごいスマートフォンだと思います。で、カメラ性能もかなりいいので、メイン端末としてこのごつさをね、許容できるかっていうところありますけど、かなり面白い端末だと思います。デメリットはまず、価格がやっぱさすがに高いですね。性能も高いですし、サーマルカメラ搭載しているっていうところもあって、やっぱり価格はそれなりにしますというところです。ただ特殊なカメラをね、搭載していますので、その辺は必要な方にとっては、嬉しいね、タフネススマートフォンじゃないかなと思います。あとタフネススマートフォンでハイエンド級のね、性能を持った端末が少ないので、そういう高性能なタフネススマートフォンを探している方、そういう方にはすごくいいと思います。で、あと残念なところは、強いて言えば eSIM やっぱ対応してもらいたかったですね。ここまでの性能があるんだったら eSIM 対応と、あとこのサーマルカメラとナイトビジョンですね。これが同時に使えないというか、要は切り替えて使いたいんですけど、別アプリなんで、シームレスに切り替えできないんですよ。なんとなくね、気分はプレデターなんですよ。だから暗闇で、まずね、ナイトビジョンで見て、で、見つからなかったらサーマルカメラにパッと切り替えるとかね。あるいはサーマルカメラで探して見えないときは、パッとね、ナイトビジョンに切り替えて、暗いところでね、なんか探すとか、そういうのがシームレスにできなくて、カメラアプリの方は割と切り替えができるんですけど、やっぱりサーマルカメラ別のアプリに飛んで、かつちょっと起動に時間かかるんでね、これどうしても仕組み上しょうがないかもしれませんが、なんかもう少しとシームレスにパパッと切り替えられるようになると、プレデターにもなれるのかなというところで、本当にね、なかなか難しいところだと思いますけど、そこがあったら結構ワクワクしちゃうなっていう感じでしたね。基本的にスマートフォン的な目線でいくと弱点らしい弱点はない端末なので、価格さえ許容できればかなりおすすめの端末です。購入先についてはですね、動画の下の説明欄にリンクを置いておきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい、今回以上です。